インター FM 東京ミュージックレーダー、今夜のゲストは世界を舞台に活躍するグローバルボーイズグループ INI の高塚ひろむさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 INI の高塚ひろむです。はい、先週に引き続きですけれども、はい、高塚さんもねご自身で、スクールオブロックで、ラジオもされていらっしゃいますよね。どうですか今回は回さない側と言いますか。いやもうなんかすごいなんかそれこそ僕そのアカペラやってた頃に、その美香子さんのこととかもすっごいなんかチェックしてたというか。本当ですか。いやでも本当にでもその当時僕なんてもう一アマチュアアカペラ大学生だったんですけど、その身としてはやっぱり美香子さんはすごいもう名の知れたアカペラだったので、もうなんかその美香子さんがすぐこうやってラジオパーソナリティされてて、しかもその去年ですよね。その去年から始まったって言って、だからやっぱりちょっと僕もやっぱもっとしっかりしないとなみたいな。そんなことないですよ。もうしっかりされてますよ。十分。いやでも本当にもう一人でもう好き勝手ベラベラ喋ってるだけだからもっとちゃんとなんかファンの人はそれが嬉しいと思いますよね。頑張りますはいじゃあ今日も楽しいラジオにしていきましょう、よろしくお願いします。先週は、グループの活動 INI の活動についてお聞きしたんですけれども、今週は高塚さんのパーソナルな部分をちょっと深掘っていけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まずはやっぱり高塚さんは何といってもボーカルという、ね、部分が強いと思うんですけれども、音楽のルーツについてちょっとお伺いしたくてですね、そもそもなんでそんな歌が好きになったのか。ちゃんと始めたのは高校だったんですけど、でも本当にその気づいたらというか中学、多分きっかけは中学だったと思うんですけど、友達にめちゃくちゃミスチルさんが好きな友達がいて、でもずっとそのミスチルさんの魅力を布教されてたんですよ。これが良くてとか、しょっちゅうそうですね、一緒にカラオケに行ってでもうすごいミスチルさんの歌を歌ってるのを聞き、一緒に僕もだからそのミスチルさんの歌を歌いみたいな、でそれがなんかすごいルーティン化してって、でそれをきっかけに本当にいろんなアーティストさんの曲を聴くようになってっていう感じでしたね。歌うのが好きになった。ミスチルさんもそうですけど、ミスチルさんしかり、バンプオブチキンさんとか、でも基本バンドですかね。バンドのアーティストさんにやっぱりすごい魅力的、なんかすごい惹かれて、本当にいろんなジャンルの曲聴きましたね。ちょうどその時ワンダイレクションさんとかすっごい人気で流行ってる時期だったりとかしたので、なんかその後の曲とかも聴いてましたし、それをなんかカラオケとかでも散々歌いながら、高校上がった時になんか部活動しようで、その時はずっとサッカーをやってたんですけど、なんかちょっと心機一転、なんか自分の好きなことをなんか高校ではなんかすごいそこに青春をつぎ込みたいなみたいな思った時にちょっと思い切って軽音部に入ってみたみたいな感じですね。軽音部はボーカルですね。そうです、はい。ここから本当にちゃんと音楽を始めるようになったって感じですね。逆にバンドをされていて、軽音部だったところから、なぜ大学でアカペラサークルに入ったんですか？それは軽音でずっとボーカルをやってたんですけど、やっぱりその当時はもう全然そのうまく歌い上げる能力がなくて、でもやっぱりたくさんいろんなバンドとかと関わっていくうちに、なんかよりもっと歌いたいみたいな、もっと歌を磨きたいっていうのを思って、でその大学に上がる時にアカペラとかをやってみたら、多分アカペラって本当に歌が好きな人たちがいっぱいいるコミュニティだから、きっとなんかすごい上手い人とかに出会ったりとかして、なんか刺激をもらえるんじゃないかみたいなってのを思って始めましたね。そうだったんですね。でそこでアカペラサークル入って3年間活動されて、でオーディションを受けるに至ると。逆にじゃあそのオーディションを受けるきっかけは何かあったんですか？アカペラサークルに入って、その自分が思ってた通りたくさんめちゃくちゃ上手い方いっぱいいらっしゃるじゃないですか。そういう人たちを見て、やっぱりすごいより歌の楽しさも知りましたし、なんか徐々になんかその歌っていうのが自分の中でなんか軸になってって、
でそのオーディション受けたのが大学3年生のちょうど就活の時期だったんですけど、なんかその将来を考えるってなった時に、なんかもし可能なのであれば、なんか歌とかが自分の将来的に仕事になったらいいなみたいな漠然とした目標みたいなのがあって、でそのタイミングで僕らの受けたオーディションがシーズン2だったんですけど、シーズン1を見てた先輩から、今これ募集してるからなんか音楽やっていきたいんだったら受けてみたいみたいなっていうのを言われて、でもう本当に試しにもう就活のエントリーシート出すのと同じ感覚で出して、そしたら思いのほかすごい審査が通っていって、でそれで今に至るって感じですね。じゃあそれまではダンスはしたことはなかったですね。もう全くなかったですし、それこそアイドルを目指そうなんてのも全然考えたことがなかったので、本当に今振り返ればすごいところに足を踏んだなって踏み入れたなってそうです、思いますね。でも今お話しいただいた経歴を聞いても すごいなと思うんですよ。そのバンドもやったことがあって、でアカペラもやっていて、で今アイドルをされているじゃないですか。この3つのそのなんていうんだろう、音楽表現をその経験している高塚さん、めちゃくちゃすごい財産持ってるじゃんと思ってなかなかすごいなと思うんですけど、ご自身でそのバンドをやってた時と、アカペラで歌ってた時と、今でその共通する部分だったり、なんかそういえばなんかここあれと似てるかもとか、なんかそういうものってあったりします？そうですね。結構やっぱりバンドはそのボーカルをされてたので、やっぱフロントマンじゃないですか。でアカペラも歌われていらっしゃったので、基本リードボーカルだったと思うんですけど、やっぱりコーラスに徹する瞬間とかもね、ありましたよね。なんかツインボーカルだったりいろんな方とボーカルがたくさんいるグループも確か組まれていたと思うので、ちょっとその影に徹する瞬間とかあったりして、それは今の活動もね、いろんな皆さんがセンターとしてその動く瞬間があるでしょうから、そういうのは似てるのかもしれないんですけど、なんかその自分の中で、俺の音楽道じゃないですけど、なんかそういうのがなんかその3つ経験したことで、なんか見えたものってあったりしたのかなと思って。なんかバンドは、なんかそのもう僕的な個人的なその経験っていうか思ったことですけど、やっぱりそのライブをやってなんぼというか、なんかその時その一瞬にそのオーディエンスに刺さるなんか表現をしてなんぼみたいなっていう、だからもう下手であろうが歌が下手であろうが、なんかもうその感情表現メインみたいなっていうのを思ってたので、パッションですね。そうです、なんかすごいパッションを磨かれたなと思ってて、でそれに引き換えそのアカペラの方は、もちろんそのオーディエンスがいてその表現っていうのも大事だけど、やっぱりなんていうかそのハーモニーありきじゃないですか、だからその表現をする上でスキルとか、なんかいろんな考えた上での音楽がないと、そうですね、成り立たない調和が難しいですよね。そうなんですよ、なんかそこをなんかすごい一歩踏みとどまって、なんかその音楽に徹するマインドみたいなのが、なんかアカペラで磨かれたなと思って、で今はまさしくなんかその両方がなんかいい意味でなんかすごい噛み合った上での表現につながってるのかなっていうのを思ってて、なんかどれも同じ音楽で歌といえど、なんかその表現のベクトルが違ったからこそ、なんかすごいいろんなことに気づけたっていうのもありますし、今こうしてなんかそのアイドルグループとしていろんな、テレビに出たりとか、たくさんの人の前で歌ったりとかする上で、やっぱその2つの表現のバランスっていうのがやっぱり本当に大事だなっていうのを思うので、本当にその2つの経験なんか全然意識はしてなかったけど、思い返してみたらすごい生きてたんだなみたいな思います。ちゃんとつながってるんですね、そのバンド時代とアカペラ時代があっての今の高塚さんって、そうなんです。なんかちょっと鳥肌立っちゃいましたすごいじゃあその今、そのね11名で皆さんやっていらっしゃって、きっと1曲でね11人それぞれがそのご自身を見せるじゃないですか、で高塚さんもその自分のパートで見せると思うんですけど、その時になんかご自身で意識しているなんか表現だったり、なんかポイントってあったりしますか？やっぱりその今までのバンドアカペラと一番大きく違うのは、
なんかやっぱりグループでやってるっていうのもあって、一曲まるまるその自分が歌うわけじゃないじゃないですか、はいはい、でやっぱり自分の歌う箇所が限られてるっていうのが、なんか結構本当にキーポイントだなって今の自分にとって思ってて、なんかよりそこで自分の色をどう見せるかっていうのも大事だし、はい、あとはその11人それぞれの声色がある中で、なんかどうバランスを考えて自分のパートを表現するかっていうのとかをすっごい考えるようになったなって思ってて、なんかやっぱりそのパートによっては強く出しすぎたら悪目立ちする部分もあるし、はい、ここはもっとちゃんと前に出るべきっていうところもあったりとかもするので、なんかそういうところでちょっと声の雰囲気変えてみたりとか、なんかよりそのなんていうの細部にこだわってなんか歌を歌う意識になったなって思いますね。素晴らしいですね。やっぱりアイドルは芸術だな見てきたからこそ感動してしまいますね。やっぱり今の高塚さんの話聞いて、いやすごいすいません感動しちゃいました。ありがとうございます、はい、ご自身でその4年キャリアを INI として積まれてきましたけれども、はい、じゃあ今おっしゃってたその、ね、細部にこだわってるっていうところがあったと思うんですけど、やっぱりそれはデビュー当初と比べると自分でなんか成長したなとか変わったなって思ったりするところですか？そうですね、やっぱりなんていうか今まではまあアマチュアの世界でその歌を歌ってた身ですけど、デビューしてからはやっぱりそのプロの世界で自分も活動しないといけないっていうわけで、なんかやっぱりそのプロとしてのなんかボーカリストとしてのなんか責任感みたいなっていうのがすっごい自分の中にあるなと思って、なんかよりなんか自分の歌と向き合う時間も増えたし、よりその音楽を聴くいろんなインプットを増やす時間も増えたなっていうのを思ってて、その4年間の中で出会った音楽っていうのもたくさんありますし、なんかそれを経てなんか徐々に自分の中でも引き出しも増えていってんのかなみたいな気はしますね。素晴らしいですね。ありがとうございます、はい、さて、INI といえば世界を舞台に活躍していらっしゃいます、この番組はですね、日本の音楽やアーティストを世界にっていうのがテーマなんですけれども、はい、実際に海外でパフォーマンスをしていて感じたことだったり、また印象的だった国ってあったりします？ケイコンっていう韓国の音楽フェスがあるんですけど、それでLA に、はい、行かせていただいたんですけど、やっぱりすごいなっていう。なんかその音楽シーンもやっぱりその海外すごいですけど、やっぱりファンの方々もやっぱり海外すごいなって、本当になんか音楽に対する盛り上がりがやっぱりよりなんかちょっと一層レベルアップしてるというか、熱がだからもう僕たちもすごいやっぱりアウェイな環境ではあったものの、本当になんかたくさんの、海外のオーディエンスの方々が盛り上がってくださって、よりもう僕たちもなんかすごい気持ちも高ぶりますし、なんかより一層その音楽の真髄を知れた経験だったなって思います。やっぱり音楽は国境を越えますか？いや超えますよね。本当に。いやでもそうですね、きっと皆さん、私も実はドイツで公演を、ライブしたことあるんですけど、もうみんなその知ってくれたら歌ってくれるし、踊ってくれるし、すごいですよね。皆さんのそのパワフルさっていうのが相乗効果で自分たちもなんかいつも以上に、もちろんいつももう100% 出してるけど、なんかすごい汗かいちゃったりとか。そうですね、なんかもう内に秘めたものもどんどん出てくる感じありますよね。そうですよね、いやそうか、 LA いいですね、実際 LA でやった時は、言語はどうしたんですか？言語は、韓国のフェスなので、韓国語バージョンで、歌ったりとかもしましたね。 MC もちょっと英語頑張ってみたりみたいな、もう本当に僕全然なのでそうちょびっとですけどでもそういうところがやっぱりあっちからしたらなんか喋ってくれてるっていうその嬉しさでも本当にがあるって言われました、私も。もうめちゃくちゃ盛り上がってくださって、もう
ハローエブリワンって言ってたけど、わーみたいな、もう英語で来てくれたみたいなね。そうですよね。はい、すっごいやっぱ嬉しいですよね、そうやって。でもやっぱりすごいですね、LA でも。他にどの国で LA と、あとはタイとかですかね。はい、タイも本当にすごかったですね。なんかケイコンでタイの、公演もありましたけど、そのタイではなんかなんていうんですか、ローカルのなんかステージで、パフォーマンスをしたりとかもしたんですけど、なんかそれもまた本当にその地元の方々とかがたくさん来てくださって、僕たちのことを知ってくださって、すごいいい言葉をかけてくださったりとか、はい、やっぱりすごいいいなって思いますよね。INI がワールドワイドになっていることを実感されていらっしゃいますか？どうなんですかね。でもでも本当に、少しずつですけど、でもやっぱりなんか海外の、ファンの方とかが、実際に会いに来てくださったりとかもあったりとかもしますし、なんかやっぱりそうやって海外のファンの方と実際に、お話ししたりとかすると、すごい自分たち海外にもすごい発信できてんだなみたいな実感にもつながったりとかしますね。はい。もっと他の国とかも行ってみたいですか？行ってみたいですね。どこかありますか今？いやでもまだヨーロッパとか行ったことないので、なんかちょっと何かの機会にヨーロッパはいいですよ。そうですか。ヨーロッパはとてもいいですよ。行きたいな。ご飯だとイタリアがおすすめですね。そうなんですね。やっぱり、美味しくてたまらないです。行きたいですね。なんかすごい11人で行ったらなおいいですね。いいですね。楽しいだろうな。ぜひそれをじゃあドキュメンタリーにまたしていただいて。したい。拝見させていただければと。もし行く機会あったらなんかちょっとVlog とか撮ったりして、ぜひお願いします。できたらいいなと思いますね。はい、ありがとうございます。いや本当に INI の皆さんの今後の活躍にもぜひ皆さん注目していただきたいんですけれども、なんといってもまずはね、その INI の革命3部作の最終章と位置づけたアルバム The Origin も発売されて、本当にこれからの活躍ますます期待が膨らむ INI なんですけれども、グループとしてまずはどのような音楽を今後表現していきたいですか？やっぱりその INI のなんかアイデンティティみたいなのをなんかより今後強化していけたらいいなっていうのは思ってて、なんかその INI のこと知らない人でも曲を聴いて INI ってこういうグループなんだなっていうのを知ってもらえるものになったらいいと思いますし、あとはなんかいろんな曲がリリースされていく上で、この曲めっちゃ INI っぽいねみたいな、なんかそうやって言われるようなアーティストになっていけたらいいなって思いますし、なんかいろいろその J-POP とか K-POP とかジャンルあると思うんですけど、なんかそういう枠に縛られないなんか INI のなんかポップスみたいなのを今後もやっぱすごい作っていけたらいいなって思います。そうですよね。海外でどういうところで歌いたいみたいな話はさっき伺いましたけれども、国内で次はここで歌いたいっていう夢はありますか？でもやっぱりすごい一番大きいのは東京ドームで単独公演っていうのができたらいいなっていうのは思いますね。先日も先輩の JO1 さんが単独で東京ドーム公演っていうのをされてて、やっぱりすっごい刺激にもなりましたし、何度か音楽フェスとかライブで東京ドームのステージに立ったことはあるけれども、やっぱりそれをその自分たちのグループのファンだけで埋めるっていうのではまたやっぱり見え方というか景色も違うと思うので、やっぱりそこは一つの目標かなって思います。ありがとうございます。高塚さん、個人的な、ご自身の個人的な目標や野望はあったりしますか？そうですね、なんか僕に限らずなんですけど、結構そのメンバーそれぞれなんかプロデュース、セルフプロデュース精神みたいなのがすごい強くて、で僕も同様でなんか今後なんかたくさんその自分のオリジナル曲しかり、楽曲制作だったり作詞だったりいろいろチャレンジしていきたいなっていうのを思っていて、それこそその INI の曲とかもいつかはなんか作ってみたいなっていう気持ちもあったりとかしますね。ご自身で作詞された楽曲もありますよね。そうですね。ピース、はい、ピース、はい、オリジナル曲、
あちらはどういう思いであれは、今年頭に開催されたそのラポスタでの個人公演で、披露させていただいたんですけど、あれは本当に個人公演での披露ってことで、もう自分にフォーカスした、オリジナル曲がなんかできたらいいなと思って作らさせていただきましたね。はい。でもなんかすごいピースはなんか自分の等身大の姿みたいなのをすごい意識して作ったんですけど、またなんかグループの曲とはちょっと違うかなって思うので、グループの曲はまたグループでなんかすごいグループの等身大の姿みたいなのを表現した楽曲とか作れたらいいなっていうのは思います。ですね、ピース私、聞かせていただいたんですけれども、本当になんか勝手に、ね、高塚さんはきっとすごく優しい方なんだろうなっていうのをすごい思ってたんですね、なんか優しいだけで終わらせちゃうとあれなんですけど、声色に人って出るって言うじゃないですか、でその高塚さんの声を聞いた時に凛としていて透明感はある、でも来るところはしっかり来る、でもやっぱりなんかその優しさっていうなんていうのかな、なんか来すぎないっていうか、聞く側になんかちゃんと寄り添ってくれるし、その言葉がすごく伝わってくるなっていうのはすごい思っていたんですね。で歌詞の内容も拝見して、そのご自身が今きっと体験されてるその等身大を書かれたじゃないですか、まずそのアイドルファンからしたら、そうやって赤裸々に等身大を歌ってくれるっていうことがまずすごく嬉しい、近く感じれるからすごく嬉しいし、それを声色でっていうのがなんか個人的にはすごくなんか日だまりのような方なのかななんて勝手に思っちゃってて、なんかね、そういう楽曲を発表されたからこそ、なんかもっと聴いてみたいなっていうのはすごく個人的に思いましたし、高塚さんがおっしゃったようにいつかねそのグループの楽曲としてね、高塚さんの言葉が流れてきたらまた素敵ですよね、きっとね。ありがとうございます。本当にそうなのかなって思ってご自身の前で言うのはあれなんですけれどもそうですね。いやじゃあちょっとINIとしてもそうですし、高塚さんソロとしても、ちょっとますます、注目をしていきたいところですね。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんお話を聞いてきたんですけれども、お時間が来てしまったようで、高塚さんいかがでしたか？いやなんかすごいありがたい言葉もたくさんいただいたりとかして、今多分聞いてくださってるすごい僕のファンの方々とかもすっごい喜んでくれてるかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にまた何かお知らせがあればお願いいたします。先日開催されていた INI のサードアリーナライブツアースクエアの追加公演ですね、INI スクエアマスターピースが9月13日から15日の3日間バンテリンドーム名古屋で開催されるので、よかったらぜひ遊びに来てください。そして INI の初めてのドキュメンタリー映画 INI The Movie I Need I が、10月31日に公開となります。こちらもぜひよかったらチェックしてみてください。皆さんよろしくお願いします。ゲストはグローバルボーイズグループ INI の高塚ひろむさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。